はい、こんにちは、こよです。本日はマジック・ザ・ギャザリングの背景ストーリーを紹介する MTG ガバガバストーリー解説お届けしたいと思います。この動画のコンセプトはマジックの背景ストーリーをざっくり知りたい人に向けた解説動画です。注意事項として細かいところで間違っていたり詳しい方からするとガバガバな内容だと思いますが、その点はご留意いただければ幸いです。ということで今回ご紹介するのはマジック最初期から登場しファン待望のカード化を経て構築でも絶賛活躍中、偉大なるプレイズウォーカーにしてクレイジー最高持参、最高交渉卿ウルザさんです。ということで今回はウルザを紹介していきたいと思います。ウルザは良くも悪くも超重要人物で、マジックの世界で起こったヤバそうな事件は大体この人が関わっているって言われるほど、なかなかにぶっ飛んだおっさんです。そんな感じでウルザが起こした事件は多くのエキスパンションの背景ストーリーにも影響を与えているので、今回ウルザ個人のストーリーを追う前にそのあたりも見ていきたいと思います。時々マジックのストーリーってどこから始まってるのっていう話が出るんですが、自分の中では兄弟戦争からっていう理解です。この兄弟戦争っていうのがウルザとその弟のミシュラっていう天才兄弟の間で起こった戦争を描いたもので、アンティキティ戦争とも呼ばれています。ドミナリアで英雄譚としてカード化もされてますね。で、これが多分セットの中で本格的に語られた最初のストーリーなんですが、背景世界の設定自体は実は最初期、それこそアルファ時代から存在してました。で、この時登場してるのはドミナリアという世界、次元ですね。で、サマイトの癒し手とか、ケルドの大将軍とか、国家の名前があったり、センギアの吸血鬼とか、あとセラの天使みたいなキャラクターの名前を冠したカードもアルファ時代から登場しています。さて、ウルザはというと、同じくアルファから登場していて、記念すべき我らがウルザの初登場は、なんと、メガネ。はい。ウルザのメガネっていうカードで、アルファエディションから収録されています。ちなみにアンコモン枠なんですが、アルファともなると、アンコモンで10万円超えのカードもゴロゴロあるので、ソルリングとかね。残念ながら悲しみ枠ですね。悲しみのメガネ。で、ちなみに、弟のミシュラも、ミシュラのアンクっていうカードで、こちらも名前だけ登場しています。で、今のように、カードの中でストーリーが描かれて、進んでいくようになったのは、もう少し後のことで、初期のマジックでは、こんな感じでね、背景世界の設定が、名前の一部で登場するだけ、みたいな感じでした。アルファ、ベータ、アンリミ、アラビアンナイトまでは、こんな感じで、ストーリーが大きく動くのは、1994年に発売された、アンティキティというエキスパンションでした。ウルザの物語は大きく2つの出来事が軸になっています。一つが弟ミシュラとの兄弟戦争。もう一つがファイレクシャとの戦争。この2つの戦争がウルザの生き方に大きな影響を与えることになりました。マジックのセットで言うと、拡張セットの第2弾として発売されたアンティキティがその名の通り兄弟戦争を描いたセットです。で、以降のエキスパンションの中でも違う次元を扱った一部のもの以外は基本的に全てこの兄弟戦争の後のドミナリアを中心に話が進んでいきます。セットで言うと、ザ・ダーク、フォールン・エンパイア、アイス・エイジ、コールド・スナップ・アライアンスまでが兄弟戦争の余波で起こった氷河期から、その後暗黒時代みたいな言われるドミナリアを描いたセットですね。コールドスナップは発売時期はちょっとずれてますけど、描いた時系列的にはこの辺です。で、続きとなるミラージュビジョンズでは氷河期が終わった後のドミナリアが舞台で、その後ウェザーライト以降のセットでは俗にウェザーライトサーガと呼ばれる冒険物語ですねが展開されていきます。で、テンペスト、ストロングホールド、エクソダスで、発売時期的にはウルザブロックを挟んでプロフェシー、ネメシス、マスクス、あとはインベージョン、プレーンシフト、アポカリプスと続く、超長編のストーリーですね。で、ウルザブロックはちょっと特殊なセットで、ある一時代を描いたものではなくて、兄弟戦争の終盤からファイレクシャ進行までという感じの時系列です。で、ウルザに話を戻すと、この中で直接ウルザがセットの主題に絡んでくるのが、兄弟戦争のアンティキティ、それからウルザの回顧録であるウルザブロック、最後にファイレクシャとの最終決戦としてインベージョンブロッ
ック、この辺ですね。インベージョンブロックでは、ファイレクシャとの最終決戦が描かれるんですが、今でいう闘争対戦みたいな感じで、過去のセットから主要キャラが全員集合して、最終決戦みたいな感じで、すごくね、熱いセットでした。ウルザの物語は、とっても長いので、今回前半では兄弟戦争、後編でファイレクシャとの戦争をご紹介していきたいと思います。さあ、ついに本題、ウルザとミシュラの戦争の話です。ウルザとミシュラはドミナリアに生まれました。ドミナリアの年表では、二人が生まれた年を0年として歴史が始まっています。後に世界に与えた影響の大きさっていうところからなんですかね。で、その AR0 年呼ばれてるんですけど、AR0 年の元旦にウルザが生まれて、元旦っていうのかな、大晦日にミシュラが生まれるっていう形で、ほぼ年子っていう感じで兄弟は誕生します。二人は仲良く育って、共に考古学に興味を持つんですが、少年から青年時代に考古学者に弟子入りして発掘キャンプに参加するようになります。二人とも古代のアーティファクト発掘に興味があったんですが、性格はかなり違っていて、本を読んだり一人で理論を構築するのが好きな学者肌のウルザに対して、ミシュラはドラゴンエンジンウェイみたいなパリピっていうのは、半分冗談ですが、どちらかというと社交的で人付き合いが上手なタイプ。アーティファクトの研究についても、理論のウルザに対してミシュラは自分で色々試してみる実践派でした。そんな二人はある時、スランと呼ばれる古代帝国が残した空飛ぶアーティファクトを発掘します。羽ばたき飛行機械ってやつですね。結構何度も再録されてるので見たことある人もいるかもしれないです。で、その後しばらくして修理したこの羽ばたき飛行機械で飛んでると、ウルザたちはスランの遺跡を発見して、その中でパワーストーンを発見します。ちなみにこの時の遺跡が白黒ダメランのコイロスの洞窟っていうやつですね。で、発見したパワーストーンは2つに分かれて、ウルザがマイトストーン、ミシュラがウィークストーンっていう石をそれぞれここで手に入れたんですが、実はこのパワーストーンがファイレクシャという次元との間のポータル、次元間を行き来するための出入り口ですね、を封印していたものだったので、二人が持っていったことで封印が解かれてしまいます。かくして古代文明が死ぬ思いで、文字通り滅びながら封印した極悪集団ファイレクシャはドミナリアの地に解き放たれてしまったのでした。ギルティ。パワーストーンを手に入れた兄弟ですが、この頃から徐々に関係性が悪化していきます。最初はちょっとした口喧嘩口論からだったんですが、ウィークストーンを手に入れたミシュラは石の魔力の影響で徐々におかしくなってしまって、ウルザのパワーストーンを奪おうとするようになります。一方のウルザもミシュラがおかしくなったのはこのパワーストーンの影響だと考えて、ミシュラからパワーストーンを取り上げようとします。で、二人の確執は深まっていき、ある時二人の育ての親が争いに巻き込まれて、パワーストーンの魔力の暴走で亡くなってしまったことをきっかけに、ウルザとミシュラは完全に決別することになりました。ミシュラと別れた後、ウルザはとある王国で力を認められて、その王女と結婚することになります。一方でミシュラは放浪中にある一族に奴隷として囚われてしまうんですが、そこで実力で這い上がってその中枢に食い込みます。ウルザもこの時点ではまだ気難しくて不器用だけど、奥さんのことを心配したり、ミシュラと決別したことを後悔して和解したいっていう人間らしい感情がかなり残っていました。ある時、互いの仕える国同士が会談を持ち、二人は偶然再会するんですが、トップ同士が衝突したことにより、和解の機会なく戦争へと突入してしまいます。で、この戦争の裏で暗躍したのが、ついに登場のファイレクシャです。で、ファイレクシャの法務官のギックスっていうやつがミシュラに接触してきます。ちなみにこの法務官っていうのは、ファイレクシャではかなり偉いポジションですね。で、ファイレクシャについては後編で中心になってくるので、そこでまたご紹介したいと思います。ギックス自体は多分ヴァンガード以外ではカード化されてないと思うんですが、名前はね、ウルザブロックとかでよく出てきてますね。悪い意味でファイレクシャらしいキャラですね。で、兄への憎しみと戦争のためにミシュラはファイレクシャの力を求めてギックスに取り込まれていきます。結局ミシュラは精神がどんどん蝕まれていってしまっただけでなくて、ギックスの手術を受けて肉体をも機械化してしまうことになります。
やがてその争いは広がってドミナリア全土が戦火に包まれることになりました。アンティキティっていうセットはアーティファクトをテーマにしたセットなんですが、兄弟戦争で使われた兵器を描いたカードが多く登場します。ウルザ陣営は羽ばたき飛行機械を軍用に量産したり、ウルザの報復者とかヨーティアの兵とかっていうロボを作って実戦配備したりしてました。モダホラの最高交渉卿ウルザもこの頃のウルザがモデルですね。後ろに機械の軍勢がいると思うんですけど、ウルザの設計はシンプルで合理的っていう特徴があって、ウルザらしいっちゃらしいんですが、実用性重視で衣装とかはあんまり凝ってない。あと後編で紹介しますが、ウェザーライトとか彼の作品ですね。一方でミシュラはドラゴンエンジンですね。ミシュラの代名詞とも言えるやつで、ファイレクシア製の移動戦車みたいなやつで、当時としてはかなり制圧力があって、ウルザ陣営の羽ばたき飛行機械とかもブレスで撃ち落としたりね、カードとしては弱いんですけど、当時の戦争ではかなりね強い機械でした。ミシュラもデザインに関しては似た者兄弟というかこだわってる様子はなかったんですが、ファイレクシアの汚染の影響が少なからず出てるのかなっていう感じがありますね。でファイレクシア流は実用性とか合理性優先っていうのは変わらないんですが、相手にね恐怖を与えて威嚇するようなものにしようみたいな意図もありそうなデザインですよね。二人ともアーティファクト使いなので、戦争が長引くにつれて資源の確保がめっちゃ重要で、その辺を描いたカードもたくさん登場してます。で有名なウルザランド各種とか、あとミシュラズワークショップワークショですねとか、あとミシュラの交渉、今でもクリーチャー化できる土地はミシュラランドなんて呼ばれたりしますね。あと露天交渉とかね、資源を掘り尽くされたドミナリアですね。あとこの戦争時代の登場人物として重要なのが2人の直弟子、ウルザ陣営のタウノスとミシュラ陣営のアシュノットです。タウノスは今回登場する中で一番の良識人です。交渉としての技量も確かで、ウルザの話についていける唯一の弟子で、ウルザからもとても信頼されてました。あとコミュ力も高くて、人付き合いが苦手なウルザと周囲の橋渡し的なポジションもしてました。ウルザが研究に没頭しすぎて破綻しそうな夫婦仲をうまく取り持ったり、あと戦争中にウルザに息子ができるんですが、親子間のギクシャクをサポートしたり、ウルザの人間関係はこの人なしには成り立たなかったと言えるほど、大活躍で、そんなタウノスさんもウルザの副官としてたくさんのアーティファクトを作り出してます。カード化されてるところで言うと、カンデラブラオブタウノスとかトリスケリオンとかですかね。あとはタウノスの武具とかもカード化されてますね。タウノスの設計スタイルは自然界の動物に着想を得て、それを真似て作るっていうスタイルです。ウルザの息子に、鳥のおもちゃを作ってあげたり、その経験からウルザ軍の空軍機の羽を改良したりしてます。トリスケリオンとか戦争の後期に開発されたモデルはだいぶウルザ色が出てますね。主にデザインとか。一方ミシュラ陣営のアシュノッドはというと、生態科学みたいな分野が得意分野でした。そういうと聞こえはいいんですが、開発したアーティファクトが人体改造機、拷問台、釘台というラインナップからも押して知るべしという感じですね。あと一応美女っていう設定らしいです。で、この弟子二人、アシュノッドとタウノスは、互いにね、扱いの難しい主の下で、一番弟子だったこともあって、会った回数は少ないんですけど、意気投合して、互いに好意を持っていました。さて、ある時、ウルザ軍がひょんなことからアルゴスという大陸を発見します。このアルゴスは資源が豊富な大陸だったので、ウルザ軍と後から存在を知ったミシュラ軍双方から侵略に遭います。で、アルゴスのエルフとかツリーフォークも頑張って抵抗しますが、抵抗虚しく両軍によって焼け野原にされてしまいました。これは完全にギルティー。でこの時のアルゴスの先住民たちはウルザズサーガでカード化されていて、有名なところだとガイアの洋蘭の地はこのアルゴスの土地ですね。アルゴスへの進軍で両軍は衝突し、ウルザとミシュラはついに直接対決することになります。でそんな中、ファイレクシアの陰謀によって両軍が持ち込んだ機械兵器が暴走し始めます。アシュノットはゴルゴシアンサイリクスという、破壊兵器をタウノスに託してファイレクシア、ギックスに殺されてしまいます。一方でウルザはミシュラが体を機械化してファイレクシアに魂を売ってしまっていたことに絶望してタウノスから受け取ったサイリクスを起動します。これによってウルザとミシュラ、そしてアルゴスの大陸と両軍の軍勢すべてを消し飛ばすほどの大爆発が起こってしまいます。ウルザの殲滅波っていうやつですね。比較してこ
このウルザの殲滅犯によってドミナリアには長い氷河期が訪れることになります。ギルティで、ウルザも当然この爆発で一緒に消滅するかと思われていましたが、この時のショックでプレインズウォーカーとして覚醒してプレインズウォークで殲滅犯を逃れています。その後プレインズウォーカーになったウルザはミシュラに取り入って機械化しておかしくさせてしまったファイレクシアへの復讐のための行動を開始するのでした。